ヤッホーとしきです。今回は爆速レベル上げ2戦第2エリア全解説ということで、この動画でじゃんじゃんレベル上げちゃってください。今回はご覧の感じで色々まとめてきました。隠しエリアでゲットできる貫徹の縁。こいつが結構有能な片手剣だったり、サボテン4箇所と謎の扉2箇所。そして今回の目玉、超効率的なレベル上げスポット2戦ですね。第1エリアのスポットで時給7万2000。第2スポットのエリアで時給15万2000を叩き出してるんで、ぜひやってみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略やゲームニュースなんかも扱ってますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは超効率的なレベル上げのスポットを2つ紹介していきます。1つ目は第1章の割と早いうちから、2つ目は第2章の途中ぐらいからできますんで、ぜひやってみてください。まずは第1章のスポットから。用意していただくものは特にはないんですが、斧が一番戦いやすいかなって感じはしています。前回の動画で紹介した相当ビルド、これを使った方が一番早いんですけど、完成していない場合は斧でやってみてください。まずはまだショートカット空いてないよって方のためにそれを開けに行こうと思います。場所は第1エリアの食王祠に飛んできてください。飛んできましたら振り向いてまっすぐ進んでいきましょう。はい、毒沼みたいなのが見えたら右に曲がっていきます。見えない道を渡っていきます。で、左。はい、ここまでたどり着いたら、ここに中ボスっぽいのいるので倒して、ここの扉を一応開けておいてください。開けたら引き返して、こちら右に曲がっていきます。で、ここを左。はい、開けた十字路みたいなとこに出たら、右に曲がってください。ここも祠に通じるショートカットなので倒しておいてください。それではそのまんま進んでいきましょう。行き止まりに来たら右に曲がってください。ここをずいずいずいと降りていきます。はい、敵気をつけてください。そしたら右の方向に進んでいきます。もう少しですね。はい、たどり着きました。ここの扉を開けてみてください。ここを開けることで進んでいくとすぐに食王祠に戻ることができてめちゃくちゃ便利です。はい、それではここからが本番ですね。先に結果からお伝えしておきますが、だいたいここから行って戻ってきて祠に触れるまで1分30秒ぐらい僕の場合はかかりました。人によってまた武器によって成長速度によって2分ぐらいになるかもしれないんですが、得られる経験値が1回につき2400、結構でかいっすよね。この序盤の段階
界では非常に魅力的なスポットなのでやってみてくださいね。ちなみにここを周回していくと新町が1回につき4ずつ上がっていくので 90% を超えていると余ダメージが増えて敵を倒した時の赤銀が 20% 上昇します。なので今回は 20% 込み新町 90% 以上という体でやっていきます。はい、それでは目的地にご案内します。祠を向いて右、さっき来た道に戻っていってください。割とね目的地近いんで超便利っすね。で、今回は複数戦一気に4体相手にしますんで、まあ、斧がひるませられるし、一番丸いかなって感じするんですが、僕は本当に双剣ビルドに慣れちゃったんで、これでやっていきたいと思います。さあ、もう目的地着きましたね。ここっすね。結構近いっすよね。で、ここで止まって、目の前に2匹いて、後から2匹追加で現れます。で、どっち狙おうかなってなると思うんですが、確定で右側から戦ってください。理由はですね、こいつ火炎放射やってきて、僕今レベル54なんですけど、これでもはめられてワンパンさせられてしまいます。ご注意ください。まあ普通に何でもいいんで、とりあえず倒してみてください。はい、わらわら出てきていますが、まあ、双剣マジで便利なんですよね。はい、終わりましたね。終わったら落とし物、ありますね。これね、経験値アイテムな可能性があるので、今回は違いましたね。時間ロスでした。そしたら走って戻っていきましょう。もしくは消費アイテムでウシュっていうものがあって、赤銀を消費せずに最後に使ったチェックポイントまでワープすることができるんですね。その代わり新町が増加してしまいますが、今回はレベル上げをするだけですから、新町は 90% 以上をキープしていたいんですよね。じゃんじゃんこいつを使って新町を高めていってください。恵みを求めるというところで、実は新町と引き換えに買うことができるんですね。1回につき30ポイント新町上がりますから、まあ3つぐらいは買えるんじゃないかなと思いますんで、最初にこれを買ってしまって新町を 90% 以上にする。買った分は買うも自由ですし、取っておくのも自由。探索の途中でレベル上げれそうになったら、これ使って祠に戻るみたいなムーブ結構便利なんで、まあ一番おすすめなのは黒い丸薬っすかね。ボス戦でエスト瓶、回復瓶がなくなっちゃった時のかなり保険になりますんで、これはあればあるほど嬉しいんで、ぜひ買ってみてください。はい、ということで、ここが第1エリアのスポットでした。経験値2401分半から2分でしたね。はい、それでは2箇所目。時給15万の経験値スポットを解説していきます。用意していただくのは、武器は皆さんのお好きなものを使っていただくとして、前回の動画で紹介している紅葉の玉杯、大型の敵に与えるダメージが増加する。左右経脈は火炎属性をつけてください。あと追加で、神魔の甲というアイテムを使います。使うと新町が上昇し、さらに新町が減少しなくなるやつ。なぜこれを使うのかというと、2箇所目では敵を倒し続けると新町が10ずつ下がっていってしまうんですね。逗子で休めば回復瓶と同じく神魔の甲も補充されますんでめちゃくちゃ便利です。一応ですね、スキルツリーの左の方、ここの下で神魔の甲の持続時間を延長させる。その上に使用回数プラス1。毎回逗子で休むんでね、やらなくてもいいんですが、一応覚えておいてください。それではまず結果から発表していきます。チェックポイントからスタートして、あらかた敵を倒して戻ってきて、もう一回休むを押して、画面が戻って動き出せるまでに1分17秒かかりました。多少多く見積もって1分半。1回につき経験値が3816。これも新町が 90% 以上の時っすね。で、これを1時間やるとすると40周できますんで、15万と2000ちょっと稼ぐことができます。恐ろしいっすよね。それではスポットを解説していきます。騎士靴っていうワープポイントが一番近いんですが、ここに行くためにまずは雲頂場外からスタートしてください。祠を向いて右側の小道を降りていきましょう。最初の分かれ道を左、ここに地雷があるのでお気をつけください。右奥の方に進んでいきまして、死体があるところが目印ですね。で、ここの出っ張ってる木の枝のちょっと左、実はここ落ちても死なない場所なんで落ちてみてください。ひょいと。はい、無事にたどり着きましたね。そしてここの祠が騎士靴ですね。はい、それでは実際やっていきます。神魔の甲を焚いて左右経脈に戻しておいてください。洞窟の中に入っていきます。基本的には全員の敵を倒していくって感じですかね。まずはこいつから倒していきましょう。失神の状態以上にお気をつけください。
で、ここら辺で左右経脈を焚いておきまして、左から突っ込んでくるんで、まずはこいつを、避けましょう。はい。そしたら近くの敵から倒していきます。で、木に近づいたらすぐ逃げる。はい。そしたらこいつに攻撃していきます。こいつは火炎が弱点なので、敵はなかなか攻撃してこないんですね。で、火力が足りないと反撃してくるんですが、そこは状況に応じてやってみてください。はい、あとは石、この失神に気をつけながら周りの敵を倒していくだけですね。まあ、全然強い敵いないんで簡単だと思います。はい、終わりましたね。あ、落ちてるアイテムも、確認して、これがね、結構上振れるんですよね。まあ一つ要注意なのは、最初の木にぶつかって食らわないことと、失神の状態以上ですね。即死なので、まあ結構きついんですけど、わざわざ失神状態の高い防具装備するほどではないかなとは思いますが、不安な方はね、そういう防具装備してみてください。ちなみに今、レベルが59に上げる段階で2777必要になってますから、ここら辺のレベル帯になっても全然レベル上げていけるんで、マジでうまいっすよね。ぜひやってみてください。第2エリアの隠しエリアについて、ここに行くとご覧の感じの片手剣、貫徹の縁というものをゲットできます。こいつのスキルが結構有能で、狂気の飛人って言うんすけど、ツアーを使って発動すると、回避判定のあるアクションができて、前方に氷の刃を5つ一気に投げつけます。実際使ってみると、こんな感じになっています。ご覧のように敵に接近して使うと、一気に5本全部まとめて当てることができますんで、結構なダメージ入ってますよね。ツアーゲージを2本使ってはしまうんですが、結構便利かなって思いますね。おまけに、この攻撃には凍傷効果がついていて、他のソウルライクゲーやエルデンリングと同じく、ボスなんかでも凍傷ゲージがマックスになって凍傷を発動させると、割合ダメージかなんかわかりませんが、めちゃくちゃなダメージを1回与えることができます。個人的には前回の動画でも紹介した、ネットでも話題になっているこちら、清掃の剣。こいつの回避の術の方がね、めちゃくちゃ強いかなって感じするんで、まあ、お好みでこっちを使うか、組み合わせて使ってみても面白いかもしれないですね。両方回避判定がついているので、清掃の剣の回避の術でスワゲージをマックスまで貯めてから、狂気の飛人を連発する、なんてコンボも面白いかもしれません。お目当ての場所はこちら、第2エリアの石砲の城に飛んできてください。飛んできましたら、そのまんま順路をまっすぐ進んでいきます。右ではなくて上、階段を登っていきましょう。登ったら左っすね。ここにアイテムがあってちょっと強めな中モブがいます。で、右に曲がってここ。中モブが2体いて結構強いのでお気をつけください。実はこいつらも経験値高めで結構いいかなと思ったんですが、この左のやつっすね。めちゃめちゃな回避行動を連発してくる上に結構強いんで、あんまりおすすめしないかなって感じ。はい、無事に倒すことができました。めちゃくちゃ強いんすよね、こいつら。はい、ここにたどり着いたら真ん中にスイッチがあって上に行けるんですが、これを押してすぐに降りましょう。はい、こんな感じですね。そうすると下に特殊な足場が現れて、ここに入りましょう。はい、そうすると隠しエリアに到達することができます。ここら辺にね、いろいろ青いアイテムが浮いてるので取っていただいて、降りて左を向いて、ちょっとこっちの方を向くと、小箱があるんですね。ここに剣が入ってるんですが、神魔が侵入してきますので、頑張って倒してみてください。また、この対角線上の逆側に行くと、パンダの商人がいるんですね。タケノコを渡すやつですね。はい、いましたね。話しかけてみてください。謎の扉の答えを2つやっていきます。こんな感じの扉が2つあるんですが、皆さん見たことありますかね。インタラクトすると選択肢が2つ出てきて、1つが正解で1つが不正解。間違った方を選んでしまうと、防具一式装備だったり貴重なアイテムがゲットできなくなってしまいますので、ここで解説しておきます。ただ一つ注意なのが、この先進めていくとまた謎の扉が1つあるみたいなんですが、3つ目の扉がなんとエンディングに関わっているみたいなんですね。なので今回紹介する2つの扉は正解を選んでいただいて大
大丈夫なんですが、4種類のエンディングを全部見たい、トロコンしたいよっていう方は、また今後の動画で謎の扉のとこで解説しますが、一応セーブデータのバックアップは取っておいてください。というかここ第2エリアに来るまででもいくつかエンディング分岐に関わるフラグありましたので、もしねエンディング全部見てトロコンもしたいよっていう方がいたら、今後時間があればエンディングの分岐についての解説動画出しますのでお待ちください。それでは解説に入ります。まず1箇所目の謎の扉は行宮の裏山に飛んできてください。はい、飛んできましたら順路を逆戻りしていきます。ここのはしごを落としておきましょう。本来はあちら側から来ますね。正規ルートで来る場合はここにたどり着いたらこっちに来て、隅の階段を登っていってください。はい、着きましたね。で、こちらのような選択肢が出てきます。正解は上ですね。正解すると中に入ってこっから御言葉をゲットできます。2箇所目はここ、第2エリアの一番最初、坊山村って読むんですかね。こちらに飛んできてください。飛んできましたら振り返ってちょっと戻りましょう。これはね、めちゃくちゃ目立つんで皆さんご存知かと思います。はい、こちらですね。ここの答えはドン。はい、下が正解。ですが僕はここ知らなくて間違って、そうするとどうなるのかというと、扉に吸い込まれて、変な洞窟みたいなところにワープさせられて、しょぼいアイテムしかゲットできなかったんですね。で、皆さんは正解、上の方を選んでいただくと、こんな感じの花嫁シリーズの防具、一式をゲットできます。まあ、ぶっちゃけそんな強い防具って感じではないんですけど、一応収集品なのでね、ここは間違えずに選んでみてください。はい、それでは第2エリアのタケノコ全4箇所を解説していきます。ここで一つ注意点を発見しまして、前回の動画で全部で20匹いるよってお話ししたんですが、第1エリアで一番最初にパンダがいた洞窟ありますよね。あそこに座っている老人に話しかけるともう一つゲットできるんですが、それを除いて今作は20箇所あるようです。全攻略はトロフィーにもなっていますから、20ではなく21個集めきるというのを覚えておいてください。それではいってらっしゃい。
第2エリアのボス攻略やってみたいと思います。たくさんのボスがいるんですが、今回は2種類のボスのみ紹介していきます。というのもですね、前回の動画でご紹介したこちらの双剣ビルド、これを使っていただければ、もし詰まったとしても他のボスはクリアできるんですが、ただここの城にいる夜の婦人っていうボスのみ双剣ビルドが役に立たなかったんで、そこの解説と、さらに第2エリアの一番最後のボス、そこですごく有利に働くめちゃくちゃ重要な玉杯も見つけてきましたので、合わせて紹介していきます。もしよかったら参考にしてみてください。まずあらかた解説しておきます。夜の婦人戦では主に片手剣ビルドで対決していきます。使っていくのは清掃の剣。砲術はメインで初期装備の魔術の危険みたいなやつですね。消費スワゲージが1のみでダメージ効率が非常にいいので、これを使っていきます。夜の婦人はですね、近づくとワンパンされるような紫色の弾を召喚してくるんですね。あれがめちゃくちゃ強いんで、接近戦はもう禁止ですみたいなボスになってるんで、ぜひ片手剣で攻略してみてください。続いて第2エリアの最終ボス、完璧なる花嫁戦ですが、第1形態と第2形態がありまして、基本的には前回の動画で紹介した双剣ビルドで攻略したんですが、重要な玉杯がこちら。闘竜の玉杯といって、被ダメージを少し減少してくれるのとプラス、敵の方向ですね。叫ぶような攻撃で硬直しなくなるっていうのが一番でかいんですよね。第2形態では方向をめちゃくちゃな頻度でやってきますんで、これ装備しておかないとなかなか身動きが取れません。ということで、まずはこの玉杯の入手方法を解説してから、ボス戦の映像コメント付きで流していきますんで、参考にしてみてください。それではいってらっしゃい。倒せる孤独もいつまで耐えられるかしら。見つけてごらんなさい。
はい、ということでいかがだったでしょうか。爆速レベル上げ2戦第2エリア全解説でしたが、いや結構このゲーム難しいっすね。なんか意地悪な敵配置めちゃくちゃ多すぎやしないかって思ったりするんですけど、Steam でもね結構賛否両論になってるみたいですが、まあ個人的にはねまだ全然楽しめてるんで、引き続き皆さんも一緒にプレイしていきましょう。攻略動画楽しみに待っていてください。これからもどんどんうつろの羽の動画出していきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上としきでした。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。